岡部元信の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。高天神城で玉砕した武田の猛将。武田の猛将岡部元信は守備を任された高天神城を徳川家康に攻められ、最後は打って出て700名余りと共に討ち死にしている。岡部元信の生涯を詳しく見ていこう。岡部元信の父近綱は今川氏の重臣であり、今川義元の家督相続に重要な役割を果たしている。また元信も今川氏の遠江及び三河の平定に大きく貢献した。桶狭間の戦いの時に元信は鳴海城を拠点に織田勢と戦いを繰り広げた。そして元信は主君今川義元が織田信長に討たれた後も鳴海城で抵抗し続け、信長が差し向けた部隊をことごとく撃退している。しかし主君亡き後、これ以上戦っても無駄だと知った元信は主君義元の首と引き換えに海上を信長に申し入れている。信長は元信の忠義に感動して義元の死球を丁寧に棺に収めた上で送り届けたと伝わっている。元信は今川義元の棺を腰に乗せて鳴海城から堂々と撤退して今川氏真のいる駿府へ引き上げている。さらに元信は戦功がないまま駿府へ戻るのはよしとせず、刈谷城を100余りの手勢で攻撃すると水野信親を討ち取り城を焼き払っている。父義元の死球を持ち帰った元信を今川氏真は手厚く迎え入れている。しかし1568年永禄11年、武田信玄の駿河侵攻によって氏真が駿府を追われる。元信は当初氏真と行動を共にし北条氏のもとに身を寄せたが、後に武田氏に降伏した。信玄は猛将として有名な元信を喜んで迎え入れている。武田氏は信玄亡き後を継いだ勝頼が徳川領である三河遠江方面に攻勢をかける。そして1574年天正2年に勝頼は信玄でさえ落とせなかった難攻不落の遠江高天神城を陥落させ、その威信を周囲に見せつけた。しかし1575年天正3年に織田信長徳川家康連合軍の前に勝頼が長篠設楽原の戦いで大敗する。元信は遠江方面の責任者として高天神城にとどまり、徳川軍の反撃に抵抗している。家康は1580年天正8年6月から高天神城攻略を再開し、周囲に志賀穴砦など22もの砦を築いた。元信の守る高天神城は徳川軍によって厳重に封鎖されたため、たちまち兵糧不足となった。元信は勝頼に救援を求めたが、武田軍は北条氏とも対立していたために援軍を送ることができなかった。そのため元信は武田領の一部の城の引き渡しを条件に城兵の除名を家康に嘆願する。家康は織田信長に対応を相談したが、信長は元信の申し入れを拒否するよう伝えている。
高天神城の兵糧が底をついたため、城兵は草木をかじって飢えをしのいだという。元信は軍議を開いて港、城から打って出て玉砕することを決めると、残った酒で最後の宴を催している。そして夜間に徳川軍に突撃した元信らは、本田忠勝、榊原康政らと奮戦するが、次々に討ち取られていく。70歳近い岡部元信も多くの敵を倒したが、最後は力尽きて700名余りの武田兵と共に華々しく討ち死にしている。元信を討ち取った兵士は、その白髪交じりの首が敵将だと知ると驚いたという。武田勝頼は元信を見捨てたことで、味方の信頼を失い、武田氏は滅亡へと急速に突き進んでいくのである。